皆さん、こんにちは。藪基礎デッサン講座の藪下です。中級編第13回目は、ボールとビールジョッキを書きます。形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などに注意してデッサンを進めます。モチーフを大きく捉えることで立体感や空間を表現し、細部を描写することで材質感やそれらしさを表現します。ボールとジョッキはこれですが、モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、書き出す前によく観察して、モチーフの形や色や構造や手触り、重さなどを確かめます。このボールはプラスチック製でとても軽いです。初級編第3回球体を描くで使ったモチーフは、発泡スチロール製で少し表面をサンドペーパーでこすりましたから、光沢がありませんでしたが、今回のボールは多少の光沢があり、周囲のものがぼーっと映り込んでいます。その映り込みのボール真ん中部分と周辺部分での強弱の違いや形の変形具合などを確認しておきます。ジョッキは厚みのあるガラス製です。ジョッキを手に取り、いろいろな角度から形や縦、横、高さの長さの比率、硬質な表面の滑らかな手触り、持った時の重さなどを確かめます。また、ジョッキ各部分のガラスの形や厚み、取っ手部分の構造も確認しておきます。今回はジョッキの半分ほどのところまで水が入っています。画用紙は八つ切りの大きさ 38cm×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 2H から 4B までの濃さの鉛筆を使いました。また鉛筆の濃さをこのように表示していますから参考にしてください。制作時間は3時間30分でした。動画の再生速度も画面中に表示しておきます。この動画を最後まで見て、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などをぜひ参考にしてください。それではボールとジョッキのデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。光源は左斜め上にあります。画用紙のどこに書くのか、大体の位置と大きさを薄く書きます。鉛筆を軽く持って筆圧を抑えて薄く書いてください。実際のモチーフより小さくならないように少し大きい方がいいです。ボールとジョッキの書く大きさと画面上の位置、ボールとジョッキの位置関係、余白の大きさなどに注意を払いながら探るように書いていきます。間違った線も消さずに上から書いて構いません。構図はジョッキは重たいので真ん中寄りに、左右の空間は右側を広く、上下は下側を広く取っています。影もモチーフの一部ですから、全体のバランスを考えてモチーフの位置を決めます。形を書いていきます。測り棒を使ってボールの高さ A とジョッキの高さ B の比率や A とジョッキの飲み口の横幅 C との比率を確認しておきます。必要に応じて各部分の長さの比率を確認します。他にもこの図のようにポイントになる点を通る水平線、垂直線を測り棒で想定して、それらが他の部分のどこを通過するかを確認しておくといいと思います。大きいジョッキから書いています。ジョッキの上下の高さと中心線を決めます。中心線に対する飲み口の楕円の横幅を決め、横方向の中心線を書きます。いつものように楕円を書くための起点の4点を出し、楕円を書きます。飲み口のガラスの厚みも書いておきます。前回の中級編12、ハケとバケツの動画や、初級編に紙コップの動画の楕円の書き方も見返しておいてください。次にジョッキの最大幅とその位置を決め、そこを起点にジョッキの下側の湾曲部分の形を描きます。ジョッキの底の楕円は一点透視図法の約束に従います。側面の輪郭線を描いて胴体部分の完成です。ジョッキの取っ手を描いていきます。胴体と取っ手の接合部分の中心線を描き、胴体に対する傾き具合、曲がる位置、断面形状、胴体と取っ手の隙間の大きさなどに注意をしながら描いていきます。取っ手の描き方については初級編21ステンレスコップの動画を参照してください。ジョッキとの位置関係に注意しながらボールを描いていきます。
ボールの縦横の中心線を描き、円を描くための起点の4点を出して、中心線から対称になるように丸め、その後間をつなぐようにして円を完成させます。初級編3、9体の動画を参照してください。ジョッキの水面の形や底の濃い色味の形も大まかに描いておきます。明暗を描いていきます。最初に光源の位置、モチーフの暗い部分、明るい部分、大まかな明暗や明暗の流れを確認します。ボールは暗い帯と一番暗い部分、ボール真ん中部分と周辺部分での強弱の違いや、映り込みの形の変形具合など、ジョッキは光に対する胴体部分の上半分の明るさと、水の入っている下半分の明るさの違い、ガラスの分厚くなっている飲み口や底部分、取ってガラスと水の境目にあるハイライトや暗い色味なども確認しておきます。ボールの大きな映り込みと暗い帯から描いていきます。映り込みの形に沿う方向の線や曲面に沿う線を使っています。ボールに光が当たることでできる基本的な陰影と映り込んでいるものによる明暗、ボール正面付近と回り込む形の輪郭線付近の強弱などを意識しながら曲線を使って描いています。ジョッキを描いていきます。最初に胴体の円柱形の大まかな明暗を意識して形を表す縦線と横線を使っています。ジョッキの中心軸に対して水平面、垂直面で切った時の切り口の形です。ジョッキはキラッと光っているハイライトだけが画用紙の白さになりますから、それ以外は全て鉛筆で描いていきます。水面は水平面ですから、水平方向に近い直線を入れておきます。向こう側の曲面も遅れないように描いていきます。大まかな明暗を意識しながら断面方向の曲線を描いています。ジョッキの色味の濃い暗い部分にも鉛筆を入れていきます。ジョッキはこの色味の濃い部分を描くことによってガラスらしい透明感のある質感表現につなげていきます。また色味の濃い部分を一歩先んじて描くことによって他の部分に鉛筆が入りやすくなります。取っ手の形状はとても分かりにくいですが、手で触って形を確認しながら濃い色味を中心に見えている部分の面の大まかな明暗を描いていきます。ここでも断面形状を表す線を描いています。台紙状の影も水平方向に近い直線を多用して大まかに描いておきます。
ボールに戻ってきて暗い帯と濃い映り込みを中心にデッサンを続けます。ボールの下半分は反射光があり白い台紙が映って明るいですが、この部分は台紙上の影が映ってかなり暗く見えています。ボールは球体の基本的な明暗変化に周囲のものの映り込みが重なって分かりにくいですが、目を細めてみると大まかな明暗変化は見やすいです。接地面の濃い影を中心に水平方向の線を多用しながら台紙上の影も描いていきます。ジョッキの色味の濃い部分を中心に描いていきます。濃い色味は取っ手部分に集中していますから、ここを描いていくことで他の部分のデッサンが進めやすくなります。濃い色味を描いていくとともに面の方向を表す線も描いています。水とジョッキが接する部分の明暗も強弱があります。また左右の輪郭線付近に近づくにつれ弱く描いておきます。水越しに見えるジョッキ底付近の濃い色味の変化も大まかに描いておきます。ジョッキの輪郭線付近はガラスが厚くなって少し暗く見えますが、回り込む形ですから強くならないように H 系の鉛筆で描いています。底の濃い色味も描いていきます。この段階では大まかな明暗の変化で構いません。台紙上の影も遅れないように描いておきます。明暗のつながりを感じる方向の斜めの線も描いています。内側の曲面もはっきり感じられる部分は形を表す線を描き入れます。
ジョッキ全体に鉛筆が入ってきたので、取っ手に戻ってきて濃い色味の部分を強めていきます。付け根の部分は六角形の形をしていますから、面の向きによる明暗の違いも意識します。ジョッキの台紙状の影はガラス特有の明暗変化と美しさがあります。ボールに戻ってきてデッサンを続けます。ボールは単純な球体ですから皆さんもお分かりやと思いますが、球体の基本的な明暗変化プラス周囲の映り込みの色味の濃淡の変化、影側の反射光、手前と輪郭線付近の回り込む形の強弱と映り込みの変形、曲面や映り込みの形に沿う線を使って滑らかな明暗変化による曲面の表現などに注意してデッサンを進めます。ジョッキに戻ってきました。円柱形の形態と大きな明暗変化、ガラスの厚みの違いによる明暗変化、暗い色味とぼーっとした明るさとハイライトなどに注意しながらデッサンを続けます。初級編第7回ガラスコップの動画も参照してください。このガラスの厚みの部分も暗い色味ですが、一本上紙の暗さにならないようにします。また手前と向こう側ではっきり強弱に差をつけます。水面とジョッキが接するこの部分は明暗変化を描きながら向こう側のガラスの形を描いていきます。そこの部分は明暗にかなり変化がありますから、よく観察して色味の濃いところを探しながら鉛筆を入れます。
とても暗い色味からハイライトまで混在しています。暗い部分を先行させて描きますが、全体の明暗から浮き上がらないようにします。ジョッキに入っている水を描いていきます。ジョッキと水面の境目付近の円柱形の形状、手前の境目の明暗のコントラストとハイライト、向こう側の境目や底の暗い色味の湾曲具合、向こう側の境目付近にあるぼーっとした明るさやハイライト、ジョッキの中の水の大まかな明暗、光に対して左側より右側が少し明るくなっています。などに注意してデッサンを進めます。だいぶ書き込みが進みましたから、練りゴムを使ってぼーっとした明るさやハイライトを白くしたり、全体の調子を整えます。ボールの書き込みを強めます。大まかな球体としての明暗をいつも意識しながら、特に手前と輪郭線付近の回り込む形の強弱と映り込みの変形に注意します。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして書くべきところをしっかり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、書くのサイクルを常に繰り返します。接地面の影を中心に台紙状の影も描いていきます。手前は強く、遠ざかるにつれて弱く描いて、影だけでも前後の空間が感じられるように描きます。
練りゴムを使ってハイライトやぼーっと明るい部分を明るくします。特に輪郭線付近には薄い帯状の明るさが入っているところがありますから、練りゴムを変形させて使い慎重に明るくします。またジョッキに戻ってきました。手前のボールの強さと比較しながらさらに書き込んでいきます。胴体部分のかすかな映り込みを描いています。実際見えているよりは濃くなりすぎないように少し薄いくらいの方がらしく見えます。少し円柱形の立体感が弱くなったので、断面方向の曲線を加えて強めています。デッサンは細部を書き込むことで全体の明暗の不備が見えてきたり、また全体の明暗を書くことで細部の描写の不足が見えてきたりします。全体から細部へ、細部から全体へと行きつ戻りつデッサンは進みます。またデッサンはある部分を強く書くと相対的に他のところが弱くなりますから、弱い部分を探しながら進めていきます。基本的に自分に近いところは強く、遠いところは弱く書きます。全体の明暗、色味の濃淡、強弱に注意しながら最後の書き込みです。全体を見ながら明暗の階調をもう一段強くして、ジョッキのハイライトを光らせ、ガラスらしさにつなげていきます。色味の濃い部分の書き込みが続きますが、同じ濃さにならないように明暗濃淡の変化に気をつけます。ジョッキもボール同様に輪郭線付近は向こう側に回り込む形ですから、強くなりすぎないように H 系の鉛筆を使って色味を抑えています。台紙状のジョッキの影はガラス特有の美しい明暗変化がありますから、ボールの影の強さと比較しながら描いていきます。ボールに戻ってきて最後の書き込みです。ジョッキの強さ、特に色味の濃い部分と比較しながら、ボールの最終的な色味を決めています。2H の鉛筆を使って輪郭線付近の明暗を慎重に追いかけています。
そろそろこの辺りで完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？中級編も10回を超えましたから、ここで今一度基本形態に立ち返って、球体のボールとビールジョッキをモチーフに選びました。ボールは多少の光沢があり、周囲のものがぼーっと映り込んでいますから、ボールの輪郭線付近の微妙な映り込みの明暗変化や、形の変形を丁寧に追いかけることがとても重要でした。ジョッキは厚みのあるガラス製で、ハイライトからとても暗い色味まで明暗の階調に幅がありましたが、全体としては透明なガラスですから、明度の高い部分をあまり暗くしないようにして、ガラスの透明感を表現することと、水の入っている部分の大まかな明暗表現にとても気を使いました。それでは今回の要点をまとめます。1、ボールは縦横の中心線と4つの起点を決めて書きます。2、ボールは周辺のものが映り込んでいますから、球体の基本的な明暗変化プラス映り込みの色味の濃淡を同時に書きます。3、ボールは影側の反射光や手前と輪郭線付近の回り込む形の強弱で立体感を表現します。4、ビールジョッキの質感表現。ジョッキの特徴は透明なこととキラッと光ったハイライト、そしてガラスの硬質な質感です。ガラスの厚みのあるところの色味や非常に暗い部分をしっかり書き込むことで、逆にガラスの透明感やハイライトを表現します。また、ガラスの硬質な質感は、明暗表現が適切に行われていれば自然に表現されるのですが、鉛筆のタッチを残し気味にして硬さを表現します。藪下は質感の表現はモチーフの光の跳ね返し方で表現できると思っています。光の跳ね返し方イコール明暗変化になると思いますから、あまり鉛筆の使い方に頓着はしていないのですが、柔らかいモチーフは鉛筆を寝かせ気味に使ったり、タッチが目立たないようにしたり、また硬質なモチーフでは、タッチを目立たせることで硬さの表現に役立てるという場合もありますから、皆さんも自分なりの表現方法を工夫してみるのも楽しいと思います。はい、皆さんお疲れ様でした。ボールとビールジョッキのデッサンの説明は以上です。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、ごきげんよう。